あなたはどんな場所に住みたいですか？東京に住んでいると便利な場所に住むことが一番いいように感じます。東京が一番だと。でも最近東京から少し離れた街を歩く機会が何度かありました。住む場所が変わると生活も変わるんでしょうか？今日は僕と一緒に東京から離れた街を歩いてみましょう。まず行くのは川越。昔の日本の雰囲気がある街です。ここは観光地として有名な街です。なぜ僕が川越に来たのかというと、いつも名前を聞く街だからです。東京にはもう10年以上住んでいます。でも一度も来たことがありませんでした。この日は海外から友達が来ていました。そして僕は友達と一緒に川越の街を散歩することになったのです。この街はアクセスがいいです。東京から1時間と数十分で着きました。やっぱり観光客も多いです。外国からの観光客もいますし、日本の観光客もたくさんいましたね。ただ雰囲気はとっても好きですね。やっぱり昔の日本の雰囲気、京都などの雰囲気に少し、似ていますね。お寺や神社もたくさんあります。これは即身仏です。知ってますか？即身仏。これは修行で、もう食べ物を食べないでずーっと痩せていって、そして最後に天に召される、そういうミイラです。これはなかなかできることじゃないらしいです。そうですよね。僕には絶対にできないです。少し歩いてくると有名な建物がありました。川越というとこういった建物を思い浮かべます。これは時間を知らせる鐘が入った建物でした。400年前に作られたそうです。この町に住む人に時間を知らせるために鳴らしていた鐘だそうです。こういうね、お箸の体験もありました。お箸を作る体験。こういうのもね、きっと旅行だと楽しいかもしれませんね。伝統的な工芸品も売られていました。刀がありましたね。包丁かな。うん。そしてこの町は酒蔵が有名です。酒を作る蔵、酒蔵。たくさんの酒蔵が今もあるそうですよ。そして少しだけ歩いてくると、また雰囲気が変わりましたね。この先には大きなお寺があります。ちょっとここでスポンサーからの紹介をさせてください。LTL ラングエージスクール。留学先で友達ができるか不安なことってありますよね。LTL では学校の外でもよく集まるそうです。専属でイベントを担当しているネイティブのスタッフもいて、日本人ならではの視点を教えてくれるそうです。これぐらいコミュニティを大事にしている学校ってあんまりないですよね。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではビデオに戻りましょう。ここでの暮らしには多分ですけど、車が必要かな。車があると便利でしょうね。駅の近くだったら、住みやすいんでしょうけど。あ、また建物がある。これは今のはお店でしたね。こうやって自分の家の近くにこんな散歩できるようなところがあったら、いいかもしれませんね。うん。だけど、この駅の近くだとちょっと人が多いかもしれませんね。観光の人が多いと、住むのはあまり
簡単ではないですね。だから駅から離れることになると思います。そうすると、車とか必要かな。ちょっとまだな、車欲しいけど、車を買った生活もいいけど、どうだろう。ちょっと不便って思っちゃうかな。うん。まだ東京に行く仕事もありますし、東京に友達もたくさんいるから、ちょっと遠いかな、川越だと。うん。きっと住んだらいいんだと思いますけどね。家族がいて、子供とかできたら、すごく住みやすい街なのかなとは思います。こういった商店街もありますよ。居酒屋もあるし、服を買うのも困らないでしょうね。さあ、これで川越の街は見てみました。では次の街は横浜の近くの駅に行ってみましょう。相鉄線という路線の駅です。西横浜というところから歩いて一緒に見てみましょう。この日はね、ちょっと天気が曇りです。暗い雰囲気ですね。あの、僕はこの時初めてこの駅降りたんです。そして曇りでしたから、ちょっとその印象がついてしまいました。そういうことってありますよね。初めて行った時の雰囲気、印象、それがその街の印象になる。ねえ、もしあなたも日本に来た時に、もうずっと雨が降っていて、雷が鳴って、全然街を歩けないとか、全然やりたいことができなかった。そういう時はちょっと日本の印象も、悪くなってしまうかもしれないですね。はい。だから、例えば家を探す時は、何回も同じ駅に行ってみることが大切だなと思います。この西横浜自体はとっても便利な街ですよ。横浜はね、もう大きな大きな街で、毎日駅も人がたくさんいます。必要なものは何でも買えます。その一つ先の駅。だからこうやってマンションや住宅が広がっています。車もね、割と走っていますよ。僕は初めてこうどんどん歩いて、次の隣の隣の駅に向かっていこうかなと歩いています。この辺りはあまり景色が変わらないですね。さっきの川越のような昔の日本を感じられるような景色はないですね。うん。この駅を選んだのは商店街があると聞いたからなんです。この隣の駅に大きな商店街があるので、僕はそういう商店街が好きなんですよ。商店街は人情があると感じます。人情というのは人の温かさとか人間らしさですね。普通の大きなスーパーではみんなルールに従ってルールの通りに働かなければいけませんね。だけど商店街のお店は小さいです。スモールビジネスですから、もっと個性が出ますよ。そういった雰囲気が僕は好きなので、やってきました。この左にもスーパーがあるな。結構安めのスーパーですよ、多分。うん。だから下町のような雰囲気ですね。下町。
庶民が住むところ、普通の人が住む街。僕はそういったところが好きです。ね、オフィス街とかは住みたくないですよ。オフィスしかないとか。うん、自然があるところが好きですから。だからこうやって歩くと、どれぐらいね、公園があるかとか、空気とか、音はどうかなとか、すごくよくわかりますよね。思ってたより自然が少ないかな。いやでも、そっか。でもそうだよな。調べた時もなかった気がします。多分ここの場所は便利。とにかく便利という場所かな。うん、こうやって歩いているとそんな気がしてきました。ただ、スーパーもたくさんあるし、商店街もあると、生活のコストはかなり下げられます。しかも、僕は、ね、いろんなカフェに行ったり、コワーキングスペースに行きたいですから、そういった場所がたくさんあるのは便利ですね。じゃあ、OK さん、東京と何が違うんですか？あなたはそう思うかもしれません。正しい。あなたは正しい。そうなんです。少し東京よりは空いていますよ。東京よりは人が少ないですから、そこは違います。あと、海が近いかな。港が近いかな。でも確かにそこまで違わないかな。東京と。はい。で、僕はね、インド料理が好きですから、まず新しい街に行ったらその店のインドカレーを食べる。それが僕の習慣です。美味しかったですよ。優しかったし、店員さんも。悪くない。悪くないですよ。今、隣の駅にやってきました。こっちは少し好きな雰囲気になってきました。不動産の価格も見てみましょう。東京よりは少し安いですね。だんだん夜も更けてきましたよ。本当はね、新しい街に行くときは昼に行った方がいいんですけど。でも見て、とっても可愛いタバコ屋さん、可愛いお店がありましたから、ちょっと動画を撮ってしまいました。だんだん商店街の方に近づいてきました。ここは車が通れないようになっています。自転車も押して歩く。これぞ商店街です。いいよいいよ。おお、すごい。野菜がね、結構ほとんど床に置いてある。へこんなたくさん並んで、生活感ありますね。生活の雰囲気が出てます。こういう商店街が好きなんですよ。あら、こんな奥にもいろんなお店があるのかな。タオルが売っていたり、懐かしい雰囲気です。僕が子供の時の、雰囲気を感じます。こういうね、ごちゃごちゃのたくさんものがある場所って面白いですよね。へえ、いいな。庶民派です。庶民的なお店ですね。ここでね、暮らしてる人は、このタオルを買ったりするんでしょうか。僕が住んでたら絶対買いますけど。ありです。この街。結構好きです。ほら、たくさんの人が、夜なのに、たくさん人がいますね。へえ、元気がいい街だ。こういうね、商店街って、浅草とかにはありますよね。でも、観光客が多かったりするところもあります。でもここには観光客は全然いませんよ。今のパン屋さんも
美味しそうだな。きっとね、近くの家族とか子供とか一人の人も、あそこでパンを小さい頃から食べた、同じ味で育った、そんな生活が想像できます。ほら、めちゃくちゃ床に置いてある。いいね。ね、ほらほら、道にこんなに出てますよ。いや、これはね、あんまり見たことないです。こういう、なんて言うんですか、綺麗すぎない、ルールを守りすぎていない。いや、これはいいですね。僕はそういう場所に住みたいんですよ。まだまだ福屋もいっぱいあるし。ここからは住宅街になっていくのかな。この街ありだな。結構好きかも。ここだったら毎日ご飯を作るのが安いですよね。ここで安い野菜、お肉、魚を買って自分の家で作る。うん、ここに住んでみるのは結構ありかなと思いました。そして次の町は横須賀です。横須賀は神奈川県の町です。東京から1時間15分、30分ぐらいかかるかな。川越とも違う雰囲気がある町です。僕は横須賀には何度も行ったことがあるので、あまり遠くに感じなかったです。友達も住んでいます。少し慣れた場所だと近くに感じますね。そういう意味で川越より住む想像がしやすい街かもしれません。こうやって大きなね、ビルもあって、なんとストリートピアノもありましたよ。誰でも自由に弾けるんです。早速テンションが上がってきましたよ。この街は音楽がたくさん流れているような街かもしれませんね。あ、なんと誰かが話しかけてくれました。綺麗な指ですねと言ってくれました。指を褒められましたよ。はい。こうやってお土産をね、今選んでいるんですが、ちょっと友達にあげるものを選んだりなんてね、そういうこともできる。この街はアメリカと深い関係があります。アメリカの海軍があるんですね。だから日本とアメリカの文化が混じった港町、そんな場所ですよ。この銅像は何なんだ。この人は何を示していたんでしょうか。わかりません。さあ、僕はお腹が減っています。Google マップで調べました。タコス、メキシカン。注文しましょう。グリルチキンを頼みました。辛いシラッチャもあります。本格的だな。出来上がりまで街を眺めてみよう。来た来た来た。うわ、美味しそう。食べたい。食べたい食べたい。美味しい。これはね、超プラスポイント。こんな本格的なタコスが毎日食べれるのか。これもありだな。これはいいな。ちょっと本屋さんもね、ありますよ。古本屋。僕はこの時、スペイン語のね、本を選んでいます。こういう中古のね、古本屋があるのも大きいプラスですよね。毎回新しい本をね、買ってたら高いですから。そしてここは海も近いから、少し海風が感じるような気がします。実際にはね、わかんないんですけどね。多分、ちょっと潮の香りが
するかななんて思いながら、街をとぼとぼと歩いておりますが、やはり東京とは全然違う雰囲気です。道をね、歩く人の服装もなんとなく違うような、話している、言葉の、話し方もなんとなく違うような、そんな気がします。ほとんど一緒ですけどね。うん、微妙な差ですよ。こういった餃子の王将だとかいうチェーン店もたくさんありますね。ここも生活には困らないだろうな。ちょっと東京が遠く感じるかな。あまり東京に行かない生活ならいいかもしれませんね。道も広いし、歩きやすい。うん。この部屋ね、ちょっと友達の花屋に行くんですよ。で、久しぶりに会う友達です。お土産を買いました。手土産をね、持っていくのは日本人の習慣かな。みんな持ってくか。ね、どの国の人も持っていくかもしれません。僕はね、果物が結構いいんじゃないかななんて思ってスイカを選びました。でもね、友達に渡したら、スイカちょっとスイカってちょっと糖質が多いんじゃないなんてね、そんな顔をされましたよ。うん。お土産選びって難しいなぁなんて思いながら歩いていたら、ちょっとまた雰囲気が変わってきました。はい、どうぞ。はい。お、待って待って。ミュージシャンすごい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまくないですか今の人。本物いましたね。いや、だから横須賀とかって、本当にかっこいいミュージシャンがいっぱいいるイメージですよ。湘南にもいっぱいいますけどね。東京とはね、ちょっと、文化が違う感じはありますよ。ああいう、海の匂い。あの、ちょっと抜け感って言うんですけど、これは難しい日本語かもしれません。抜け感、抜けた感じ。洗練されていながらも、力が入っていない。もう力いっぱいじゃない感じ。チルな感じというんでしょうかね。ああいう感じはね、神奈川っていうイメージがします、僕の中で。うん。愛知県にはないと思うよ、ああいう感じは。うん。海があればいいってもんじゃないからね。海と文化が、あるっていうようなコンビネーションだと思います。だから、この街に住むと、そういう意味では楽しそうだな。音楽に触れて、外国文化にも少し触れるような生活。うん。ちょっとやんちゃな人も多いのかな。うん。バイクで爆走してる人も多いイメージありますけども。だって自然も多いしね。なかなかいい街なんじゃないでしょうか。うん。見てるあなたはどうでしょうか。さあ、これでね、3つの街を見てきました。川越では旅行者として歩きました。西横浜では生活することを想像しました。そして横須賀では友達に会うために行きました。こうやって同じ街歩きでも行く理由によって見えるものが変わりますね。自分に合う街かどうかというのは、有名とか便利とかだけでは決まらないのかもしれませんね。東京の外で暮らすあなたはどう思いましたか？この動画のトランスクリプトは僕のウェブサイトにあります。他にもこんな動画があるので、ぜひぜひ見ていってくださいね。それでは、さよなら。